皆さんこんにちは、ゆきなです。今日は AI について話そうと思いますが、皆さんは AI 使ってますか？今はいろいろなものが簡単に使えるので、難しい調べ事から人生の相談まで幅広く一般の人でも使っていると思います。翻訳機能とかもすごいですよね。語学勉強をあまりしない人からすると、勉強なんかしなくても AI があるんだから困らないんじゃないって、勉強してない人に言われたことある人もいるんじゃないかなと思います。でもね、やっぱりAI のする翻訳って絶対正解ではないんですよね。生徒さんが AI を使って作った文章を見ても、なんかニュアンスがおかしかったり、直訳したからこうなったんだろうなというのがわかる文章が多いです。翻訳の話ではなくなるんですけど、私前にネットフリックスのサスペンスドラマを見ていた時に、2話ぐらいで犯人が知りたくなったんですよ。だから AI に聞いたんです。このドラマの犯人教えてって。全部配信が終わっているドラマだったので、わかるかなと思って。で、そしたら犯人教えてくれたんですね。で、私は犯人を頭に入れた上で見続けたんですよ。で、犯人分かってるから、ここでこの展開ってすごいなとか、でもこの人が犯人ってことはこうしてこうってことかとか、私は犯行のアリバイとかをすごく考えたわけですね。犯人を分かった上で見るという新しい見方で、私的にはすごく面白かったんですけど、なんか衝撃的な展開になっても、でもあの人が犯人だからなみたいな、私分かってるんだからみたいな感じで、そしたらね、最後の最後で犯人違ったんです。 AI の教えてくれた犯人と違ったんですよ。もうドラマの内容がとかでなくて、もう AI に騙されたことが衝撃的すぎて、こんなことあるんってびっくりしましたよね。ただでさえ複雑な内容のドラマだったのに、 AI から聞いた犯人を犯人にするために私は頭で考えながら見てたから、余計に複雑になってしまって、多分最後普通に見てた人より倍以上の驚きありましたよ。ということで話はそれてしまったんですが、やっぱり AI は完璧ではないし、全てを AI に任せれば語学を学習しなくてもいいなんてことはもう絶対にないので、これからも自信持って勉強していきましょうね。それではまた聞いてください。バイバイ。